ご視聴いただき、ありがとうございます。我が家の鉢植えもみじは、そろそろ紅葉が終わりつつあります。完全に葉っぱが枯れる前に、それぞれどのような感じで色づいたのか、ご紹介していきたいと思います。今回は、ご紹介するもみじの数が少し多いので、概要欄にそれぞれのもみじの目次をつけました。特定のもみじだけを選択してご覧いただくこともできます。よかったら、ご利用ください。稲葉だれです。稲穂が垂れる様子に似ているというところから、名付けられた品種です。ちなみに、青しだれという品種は、ありますが赤しだれという名前の品種はないようです。1年前に伸びた枝をかなり切ったので、あまりしだれていませんが、しだれ系のものは意外と場所を取ります。さつき紅です。2つの苗が写っていますが、どちらも同じさつき紅です。右側のさつき紅は、夏に葉焼けを起こしたために全部の葉っぱを切る全葉刈りを行ったので、比較的葉っぱが新しく、あまり傷んでいません。ただ、このように夏以降に出てくる新しい葉っぱは、本来のものとは違う形になることが多いです。左側のさつき紅は、4月頃に出てきた葉っぱのままの状態です。暑い夏を越えてきたため、少し葉っぱが傷んでいます。葉っぱが傷むときれいに色づくことはありません。織姫です。前回の動画でもご紹介しましたが、今年最後の織姫を撮影しました。すでに枯れかけています。この他に10センチくらいの小さい織姫の挿し木苗もあるのですが、そちらの方は赤く紅葉する前に葉っぱは枯れました。獅子頭です。だいたいいつもこのような明るめな色になります。夏の間もやや日当たりの良い場所に置いてありましたが、あまり葉っぱが傷みませんでした。獅子頭は暑さに強いです。古文錦です。上の方から色づき始めましたが、早く色づいた葉っぱはすでに枯れています。この時期になると、葉の模様はほとんどわからなくなります。青柳です。まだ色づいていません。青柳の紅葉は赤くならず黄色くなります。川原緑にも似ています。私は今までこの青柳はウコンと同じものだと思っていましたが、実は違うものだというのが最近わかりました。このようにまだわからないことも多く、誤った情報も流すと思いますので、十分ご注意願います。そして、こちらがウコンになります。先日、川口市にある植物園で見たウコンと同じです。大きな特徴は、黄色に色づくタイプで、成長のスピードが遅く、樹勢も弱いタイプのようです。このように、赤くならず黄色い葉っぱのもみじは、サンゴ角、美宝などがありますが、それはそれで綺麗です。欧州紅です。無事、赤く紅葉しました。これと似た品種、紅鏡も同じように紅葉しましたが、すでに紅葉も終わって、葉っぱはすべて枯れました。一行寺です。
以前にもご紹介したことがありますが、葉っぱの形は大盃と一緒です。ただ、紅葉の時期だけは色が違います。こちらの方は全体的に明るくオレンジ系の紅葉です。この一行寺の葉っぱは、天ぷらにして利用されることがあるそうです。真っ赤に紅葉するタイプの葉っぱだと、天ぷらにすると黒くなるそうですが、一行寺の葉っぱの場合は、ちょうど良い赤色になるらしいです。そして、こちらが大盃です。上の方は、だいぶ葉っぱが傷んでしまいましたが、綺麗な赤色になりました。太陽光が当たるとさらに綺麗に見えますが、曇っていても紅葉していることがわかります。実は、こちらも同じ大盃なんです。先ほどの大盃の枝を接ぎ木で増やしたものです。違う場所に置いてあったものですが、置く場所によって色づき具合も変わります。この大盃の紅葉は、もう少し先かもしれません。赤シギタツサワーです。葉焼けを起こした後、夏にすべての葉っぱが入れ替わり、傷みが少なかったので赤く色づきました。サオシカです。まだ苗が小さいので見応えはありませんが、いい具合に色づいています。葉っぱの形は、なんとなくサツキ紅に似ています。100年以上前から存在する古い品種です。小さい男の鹿と書いてサオシカという名前ですが、インターネットで調べると、同じ名前のお菓子が出てきます。この名前の由来はわかりません。こちらはマメンバラという品種です。このもみじの原木は、千葉県大多喜町のマメンバラ高原にあるお寺にあります。赤く紅葉して、とても綺麗です。いつか、この原木を見に行ってみたいです。房総半島のあたりのもみじは、ほとんどイロハモミジですが、葉っぱを見ると単魚種のように見えるので、大もみじ系のものと思われます。最後は、園芸品種ではありませんが、普通の、小葉内はカエデです。我が家には、小葉内はカエデが何本かありますが、ほとんどの苗が夏の暑さでやられてしまい、紅葉することなく、葉っぱがチリチリになって終了しました。育てる環境が合わないことは承知の上ですが、なんとか綺麗な紅葉が見たいので、いろいろと試行錯誤しながら育てています。植木屋さんで、紅葉がめっちゃ綺麗な小葉内輪カエデをたまに見ることもあるのですが、それらは株立ちで売られているものが多いような気がします。根っこがしっかりしているから、紅葉も綺麗なのか、日当たりの関係なのか、土の中の窒素分の関係なのか、まだわかりませんが、なんとかうまく育てる方法を見つけたいと思っています。今回の動画は以上になります。ご視聴いただき、ありがとうございました。